濡れ衣という言葉の由来はいろいろ言われていますが、もともとなぜ濡れ衣という言葉が使われるようになったのかという物語の中に、福岡県の博多に伝わるこんな話があります。筑前の神として派遣をされた佐野千佳代という国士が、自分の家族と共に任に赴く、お役を授かって、現在のその博多に出かけていったんですね。ところがその奥さんと子供と一緒に赴任していったわけですが、奥様が亡くなってしまうんですね。でその後ご妻さんがやってくる。でこのご妻さんがですね、この佐野千佳代が自分の娘をあまりに可愛がるので、その娘に猛烈に嫉妬した。そこである時、この町の漁師に、村の漁師にと言いますかね、お金を渡して、金品を渡してね、ある陰謀を企てるんです。でそれはその漁師が着ていた着物をその千佳代の娘が盗んだということにしたんですね。である晩漁師がやってきてですね、私の着物がなくなったと。でそれはあんたの娘に盗まれたんだというようなことを言うんですね。それでこれ千佳代からすればですよ、あれは国士ですから、ね、お上ですから、そんなお上のね娘がそんな漁師の着物を盗むなんてっていうの、これは親の顔に泥を塗るっていうのと同じようなことですから、それで千佳代が逆上してですね、そんなことがあるものかっていうわけですよ。だけれどもこの漁師に対しての逆上が自分の娘に向いてしまうんです。でこの漁師がね、自分の着物をあんたの娘に盗まれたんだと、あなた様の娘に盗まれたんだということを言って、でそんなはずじゃないだろうって言って当然疑うこともすると思うんですけども、そこへですねママ母がね、自分の目で確かめてごらんなさいって言うんで、部屋へ行くわけですね、娘の部屋に。でそうしたらそこに眠っている娘にですね、漁師が着ていただろう濡れた衣がかけられていたんです。でそこで千佳代はですね逆上して興奮してますから、その場で刀を抜いて娘を切り殺してしまうんです。でこの切り殺された娘がその後夢枕に立つんですね。そしてその夢枕でこれは自分がやったんじゃないんだっていうことを訴える詩を読むわけです。でそれをもってですね、この千佳代はこのママ母が企てをして、でそのことによってこの娘がね、この漁師の服を盗んだということにした。そこにまんまと自分がですねその企てに乗っかってしまった。そして大事な娘を切ってしまったって。でそのことにね、後になってから千佳代はものすごい後悔をして、でそこに塚を立ててね、そして自分も出家をして娘を弔うわけです。今でもこの博多に行くと濡れ衣塚という塚が立っている。でその濡れ衣というもともとの言葉の由来はそんなことから始まった。その他もろもろ諸説あるみたいですけれども、なんとも悲しい話ですね。
考えてみるとどこまで本当なのかっていうのも分かりません。本当なのかもしれませんし、そんなことでね、自分の娘を切るなんていうことを、でもひょっとしたらそんなこともあったのかもしれない。それは分かりません。いずれにしても自分がやったことでない、言われのないことをですよ、それが自分の身に降りかかってくる。で、この質問は今うちで修行しているお弟子さんから来た質問で、濡れ衣体質の人がいるんですね。で、いや本当にこれまで一緒に共にね、ここのお寺にいるわけですけども、いろんなことがある。で、そのいろんなことをですね、彼がそういう失敗をしてしまったとか、彼がそういう罪というかね、やらかしてしまった。で、そのやらかしてしまったことに対して、なんでそんなことをやったんだって言って責められる場面がいろいろなところであったりするわけですね。ところがね、彼はね、はいはいって言ってて、言い訳しないんですよ。自分がやったことにしてるんですよね。その時に反論ができないんでしょうけれども。そういう性格だからということもあるのかもしれませんが、実はあの時のあれはということで、いろいろ、後になって、あれは実は、こういう状況の中で、本当は他の人がやったんですよとかいうことがあったりするんですね。で、それを回り回って、後で聞いたところでね、どうも、このお寺に来る前から会社勤めをしていて、そして、ここへ来たその後ですね、ちょっと大病を患ってで思うところあって、回り回ってここのお寺に、来たんですけどもね、けれども実はこのお寺に来る前から、会社勤めをしている時から昔からそういう濡れ衣体質だったんですという話を聞いてね、でその濡れ衣体質をどうやって直したらいいでしょうかということを本人は思っているわけですね。だけれども私はそこで言うのは、濡れ衣体質をむしろ喜んでくださいっていうことなんですね。濡れ衣は喜んでいっぱい着た方がいいって。これ本当ね、面白いもんで、濡れ衣っていうのはね、これ私の下で修行している修行僧の人だから余計言うんですが、濡れ衣って、それによってね、濡れ衣着せられて殺されてしまうみたいなことがあってはいけませんけれども、現代社会においてこの濡れ衣を着せられて殺されてしまうというのはよっぽどのことがないとね、よっぽどのことがないと現代の社会の中ではね、そこまで深刻になることっていうのはないと思うんです。で、このね、濡れ衣体質っていうもの、ね、濡れ衣体質だったかどうかわかりませんが、濡れ衣を着せられた時にどうするかっていうことを、私もそういう濡れ衣をもし着せられたらどうしようということをですね、実は学んだあるエピソードがあります。それは何かというと、私の尊敬し申し上げる大愚良寛というね、江戸時代に活躍なさったお坊さんのお話です。この良寛さんという人はですね、もともとお役人の子供だったわけですが、けれどもこの良寛さんはですね、やっぱりどこかこの役人に馴染めないところがあって、それで出家してお坊さんになってしまわれるわけですけれども、この良寛さんがですね、とっても人がいい人だった。で、子供が大好きでね、本当にとっても人がいい。で、人がいいかゆえに騙されてしまったりとかね、人にからかわれたりってことも多々あったそうです。で、これがですね、ある時やっぱり良寛さんがですね、濡れ衣を着せられて投獄されてしまうんです。投獄されてしまうんですよ。でも結果としてその良寛さんがやったんじゃないということが分かって、そして釈放されるわけですね。で、この時にこの捕まえたお役人さんがですね、なんで自分がやったんじゃないって言わないんだって言うんですね。そしたら良寛さんはね、
自分がやったんじゃない。でもそれを言ったところでね、あの状況で皆さんがそれを信じるものではないって。いや、むしろこれね、なんで捕まったんだろうと思いながら良寛さんはね、何してたかって言ったら、もうみんながそれでバタバタして、こいつがこういうふうにやったんじゃないかとかって言って、お役人さんたちがいろいろ言ってたりね、ですからそのことが自分の身の回りでダーッと動いてるじゃないですか。それをじーっと観察しておられたっていうんです。真実に反することが起きて、でもそれを真実だとその信じた者たちがドタバタ劇を演じている。なんと滑稽なことだなっていうのをじーっと観察してたっていうんです。そうね、先ほど言ったように自分がやったことじゃないんであれば自分がやったことじゃないと言えばいいけれども、私がね、それで濡れ脱ぎの体質っていうのをこの良寛さんの話から、いや、何かが起きた時にね、もちろんそれが、自分がやったことじゃないということを最終的にはね、本当に自分の命がそれで落とすようなことがあればそれは反論した方がいいと思いますけれども大事なことは、この良寛さんのエピソードから分かる大事なことは何かというと、自分が本当にそれをやったんでないんであれば、誰かがお前がやったんだろうっていうふうにして勝手に信じ込んで、そして勝手に頭の中で作り上げた妄想によってその人を責めるとか、あるいは自分が何かやらかしてしまって誰かに濡れ衣を着せたと。で、その濡れ衣を着せたことによってね、自分に濡れ衣を着てしまったと。で、だけれども、これやっぱりね、どっちにしても人間って面白いもので、人間は人間の思い込みによってそれがことが動いていくんだって。ね、その事実を事実として見ていなくても、事実によって物事が全て動いていくわけじゃなくて、事実だと信じたことによって物事が動いていくんだっていうことを良寛さんは観察なさったんです。で、仏教というのはありのままの姿をありのままに見るっていう練習なんですね。どうしても私たちは自我がありますから、自分の思ったように物事を見たいんです。自分が信じているように物事を見ているんですね。ありのままの真実の姿をそのまま見るということがなかなかできない。でも濡れ衣を着せられた時っていうのは、この真実の姿っていうのを見るチャンスなんです。人間がいかに作り事を信じてその作り事に向かっていくのか。これはいいこともあるわけですね。未来を想像してね、こういう世界になったらいいなってより良い未来を想像していくからそうなる。空の上を飛びたいなと思った人がいたから飛行機が今飛んでるんですよね。けれどもこれはですね、そのネガティブな方向にも働いたりするわけです。いずれにしても人間というのは現実をそのまま見て受け取るということができない。むしろ自分の妄想によって物事を見て、その妄想に従って物事を進めていこうとするんですね。そこに苦しみも当然出てくるわけです。いい悪いいろんなことねあります。なんだって私たちにとってしっくりこないようですが、歴史を見てみればそんなこといっぱいあるわけです。ですから修行僧の人たちには言うんです。濡れ衣を着せられたらちょっと冷たいけれども、その着物をちょっとね、着てじーっと観察してみなさいと。でそうするとね、本当嘘のストーリーを信じた者たちがいかに滑稽に喜劇を演じているかっていうのがよくわかるんです。でこれが人間だって。で自分もそうした喜劇を演じて生きているんだっていうことがわかるんですね。だから濡れ衣を着せられた時っていうのはね、どこかで興奮してね、いや違う違うって言ったところでなかなか信じてもらえませんから、違うんであれば堂々とむしろ開き直ってじーっと観察してる。何が起きてんのかなって。こんなことが起きてんだ。こんな滑稽なストーリーはありませんよね。けどそれが人間だということが学べるんですね。そう。濡れ衣を着せられた時に興奮してね、違う違うって言ったところで、濡れ衣を着せられた時点でこれ信じてもらえないんですよ。そう。
だったら良寛さんのようにじーっと観察してる、ね、じーっとこの牢屋のね、柵の中からはあこんなことを行われてんだな、いやこんな風にしてんだな、そうやって観察をしている、ね、そして事実は何なのか、よくよくそれが見えますよね。そうだから濡れ衣は喜んできなさいって、それが私がそういう理由です。